ドンということです。皆さん、100均キャンプギアを持っておりますでしょうか？先日、100均ギアだけでキャンプをするという動画を公開したところですが、この動画やこの動画など、実はちまちま100均ギアを使ってキャンプをしておりましたので、今回は実際に使ってみた感想を忖度なしでお話ししたいと思います。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まずはこちらダイソーさんからメスティンでございます。お値段は早速100均と言いつつ100円ではないんですけれども500円の商品となっております。知らない方のために一応説明しますと、これは調理器具でございまして、例えばですけれどもこれで鍋を作ったりだとか、ご飯を炊いたりだとか、簡単な炒め物をしたりだとか、蒸し物をしたりだとか、様々な料理を作ることができる万能な調理器具でございます。特にねこれで炊飯をする方が多いかなと思います。私自身もこれでよく米を炊いております。これ見た通りですね、これはソロキャンプ用でございまして、こちら1号用で550円で、他にもですね 1.5 号用が880円、3号用が1100円で販売されております。また 1.5 号サイズは黒い色のメスティンもございまして、こちらはフッ素加工が施されているためより焦げ付きにくい仕様となっております。これにはですねブラックキャンパーもにんまりですね。ただ私は基本的にソロキャンプがメインで、いつも多めに料理を作ってしまうので、このサイズを選びました。ちなみに茶碗1杯分は 0.5 号なので1人用としてはとてもちょうどいいと思います。でこの取っ手の部分がね折りたたみすることができて、こういった形で、非常に軽量コンパクトになります。で私の力こぶと比べるとだいたいこれくらいなので、結構小さいことがわかるかと思います。ちょっと分かりづらかったので改めて説明しますと、約東京ドーム12万分の1くらいの大きさでございます。一般的にメスティンを購入した後は、シーズニングだとかバリ取りっていう作業がね必要なんですけれども、これはねその作業が不要でいきなり使っても、特に大きな問題はございません。一応中期にねシーズニングをするとよりここ中がね焦げ付きにくいっていう風に書いてはあるんですけれども、使った感じですね、シーズニングなしでもそんなに焦げ付くことはなかったかなという印象があります。こういった調理器具はやはりね中にね物をスタッキングできるのが非常にいいんですよね。ちょっと次に紹介するギアのネタバレになってしまいますけれども、こういったねまな板だとか、あるいはこういう調味料ですね、こんな感じでねしまうことができますし、あとはこういう外のねターボライターとかこれも入っちゃいますね、こんな感じで。あとはこういったね、オピネルのナイフだとか、外のねバーナーですね、こういうものって結構五徳のとことかが壊れやすかったりするんで、できればねこういう収納袋に植えた上でこういう頑丈なものの中にねケースに入れときたいんですよね。こういったものもこんな感じでですね、中に入れてスタッキングができるというね、これはね非常に大きいんじゃないかなというふうに思いますね。いやーかわいい。そしてなんといってもねこのサイズ感とね、軽量さ、コンパクトさ、これはですね登山や徒歩キャンプでも非常に重宝されるかなというふうに思います。で実際に使ってみた感想なんですけれども、これねもう全然問題なく使えます。普通のメスティン持ってないので、比較はできないんですけれども、正直こんだけ普通に問題なく使えたらね、もう高いメスティンあってもこっちでいいんじゃねというふうに思っちゃいますね。実際これバーナーでも使いましたし、もう直火にですねかけたりもしました。当然ね直火にかけると黒くはなるんですけれども、穴が開いたりすることもなかったですし、普通に美味しいお米をね炊いたりいろんな料理をすることができました。でね悪いところはね正直ね今のところね特にございません。焚き火でも炭でも、固形燃料でも何でもこれ、使えますし、なんといってもねこれ安いので値段を考えるとね本当にね不満はないです。で私の持ってる他の調理器具と比較しますと、例えばこのパスファインダーカンティーンのクッキングセットだとか、ロゴスのこういった鉄フライパン、これ今後の動画でお見せしようかと思ってますけれども、100均のいろり鍋、それから今ちょっとここにはないんですけれどもブッシュクラフト焚き火フライパンの深め、こういったものをね、普段は使用しております。ただこれらのギアは基本的にこれもそうなんですけれども、結構重いので、このねやっぱ軽量さ、コンパクトさ、そして炒め物から汁物まで幅広く対応可能という点では、これはねこのどのギアにも被らないね、唯一無二的なね存在を私のギアの中では放っているかなというふうに思います。ちなみにメスティンというとトランギアが有名かと思うんですけれども、トランギアねこの1号だけのサイズっていうのはそもそもなくて、1.5 号はあるんですけれども、それで比較するとトランギアは2200円なのに対してダイソーさんはですね880円という安さです。でこれに近い使い方をする調理器具としてはスノーピークのねアルミパーソナルクッカーセット、こちらがあるかと思います。これは非常に軽量で炊飯焼き物から汁物まで
でいけるという点では非常に類似しているギアかと思います。耐久性や蓋にも取っ手がついていてフライパンになる点だとか、2つの調理器具を1つにまとめられるという点ではやっぱりね、このスノーピークのアルミパーソナルクッカーセットに軍配が上がるかなと思うんですけれども、ただね、これとこれね、やっぱ値段で比較するとね、約8倍ぐらいですね、しますんで、安いという点ではやっぱりこのね、ダイソーメスティン、これはね、やっぱ唯一無二のね、存在感があるかなというふうに思います。ということで言い忘れてましたが、総評を二重丸、丸、三角の小学校の通信簿方式で評価したいと思います。こちらの商品は、二重丸でございます。はい、続いてはダイソーさんのメスティンまな板でございます。こちら100円の商品となっております。これは何かと言いますとね、文字通りですね、まな板なんですけれども、こんな感じでメスティンにぴったりはまるスタッキングができるまな板となっております。少しね、幅に余裕がありますけれども、おそらく水につけたりして木が膨張することを考えて、一回り小さくなっているのかなと思います。先っぽのところに穴が開いているので、こうやってメスティンにスタッキングしてもこの穴っぽくを利用してこうやってね、取り出しやすい仕様となっております。であと穴が開いてるんでね、当然などっかにこうかけたりすることもできるんではないかと思います。いやね、こんな穴なくてもね、メスティンこうやってひっくり返せばね、取れるやんって思った方、小さいことは気にすんな、それ若ち子。これね、マジめちゃくちゃ軽い。本当にね、めちゃくちゃ軽いです。先ほどのメスティンに入るということでかなりね、サイズもね、小さいです。こちらもね、徒歩キャンプ、登山、それからキャンプツーリングなどミニマムキャンプを楽しむ方にとっては、非常ににんまりの商品なのではないでしょうか。いい点としましてはですね、やっぱりこの軽量コンパクトでかつスタッキングができるという点ですね。そしてね、なんといってもこちら正真正銘100円でございます。でまな板って結構キャンプの中で私持っていくか迷う時あって、そんなに切るものないんだけどちょっとだけ切るものあるんだよなみたいな時に、それだけのためにね、大きいまな板持っていくのってね、なんかなーって非常にね、持っていくかどうかを迷います。ただこれはですね、このメスティンの中にもうポイってね、入れとけばいいだけでね、かさばらないし軽いので、もうだから何にも考えずにね、もう脳死でね、ここにね、ポイって入れとけばいいんですよ。で、これでも持ってっちゃえばいいんですよ。そういった意味でですね、特にミニマムキャンプを好む方にとっては、パッキングに悩まずに済むっていうね、ストレス軽減効果も期待できるかと思います。実際に使ってみると普通にまな板としての用途は果たしてくれますし、いいまな板と悪いまな板の違いなんて福士蒼汰と中川大志、吉田麻也とセルヒオ・ブスケツ、和牛水田と岡本和真ぐらい見分けがつかないので、これはこれでええやんって感じはします。悪い点としましては、当たり前なんですけれども結構サイズが小さいので、切りづらいっていうことは多少あるかなというふうに思います。普通のサイズのみかんなんですけど、みかん置いてこんな感じなんです。これぐらいのサイズのものであれば、あんまみかん普通切らないんですけど、すいません、家に食材ないんでみかんにしますけど、こういう感じでバッカーンと使うことはできるんですけれども、例えばこの大きめの白菜とかがここにボーンってあるとすれば、それを切るのはやっぱり難しいなっていうのはあります。あとはね、やっぱりね、結構ギア紹介する人とかってもう買ってすぐ1回使ってそれをレビューする人って結構いると思うんですけども、私比較的何回か使ってからレビューするようにしてて、なんでかっていうとね、やっぱ耐久性なんですよね。ここ分かりますかね、見ていただくとひび入っちゃってるんですよ、まな板に。安いからしょうがないっていうのはあると思うんですけれども、やっぱりその耐久性みたいなところはちょっと疑問が残りますね。私の他に持っているまな板と比較しますと、スノーピークのねまな板セット、それとケブン・ハウンのカッティングボードっていうものがございます。でスノーピークのまな板セットは折りたたみ式でコンパクトになりますし、裏側にねナイフをこう仕込めて、非常におしゃれではあるんです結構ねやっぱ重さはあるんですよね。でケブン・ハウンのカッティングボードは表面と裏面で構造が違いまして、結構サイズも大きいので様々な食材に対応はできるんですかさばるのとね、やっぱりねそちらも結構重いです。私が登山とか徒歩キャンプとかキャンプツーリングに行く際は結構迷うに迷ってこのケブン・ハウンのカッティングボードを頑張って詰め込んで持って行ってたんですけれども、そういう時ってそこまで大きな食材を持って行って調理するってことはあんまりなくて、ちょっとした食材を持って行ってちょっとした料理を楽しむみたいなことが多いので、これからねこういったね商品を活用していきたいなというふうには思っております。ただ通常のオートキャンプではそんなに出番が少ないのかなっていうのと、ちょっとこういったね耐久性に疑問が残ったということもありますので、こちらの商品は
丸でございます。続いてはセリアさんからエントリーしたポケットストーブでございます。こちらお値段がなんと100円の商品でございます。でこれ何かっていうと、旅館とかでね料理を食べるときによく青いねこういう固形燃料見ることがあるかと思います。修学旅行とかではい俺のまだ燃え続けてるってバトルするやつでございます。でこれはそのままだとねこの上に鍋とか先ほどのメスティンとかっていうのを置けないので、こいつをパカッとこう開けましてですね、こんな感じで、一応2段階になるんですけど、このハの字の段階と、完全にこうフルオープンした2段階になるんですけれども、こうパカって開けまして、でこの中にですねこの固形燃料を置いて、この上にこういったフライパンなり鍋なりを置いて、加熱をするという、要はですね五徳でございます。これ耐荷重の記載はなかったんですけれども、ダッチオーブンとかねグループキャンプで使うような大きい鍋とか以外であればこの上に置けるものもそれなりにあるのかなという感じでございます。私の持っているギアだとロゴスのね鉄のフライパン、これサイズ感もちょうどいいですね。全然問題なく置けてるかと思います。さっきのダイソーさんのメスティンですね、これもね非常にぴったりサイズですね。ちょうどいいです。あとねスノーピークのねアルミパーソナルクッカーセットですね、これもいきますね。全然ねサイズ感ちょうどですね。アルミパーソナルクッカーセットのちっちゃいサイズですね。これもね置けちゃうんですよね。小さすぎるとね落ちちゃうんですけど、これもね置ける。これはねちょっと秘蔵っ子でね次の動画で出す予定なんですけれども、いろり鍋ですね。100均、これも100均の商品です。これちょっと安定感ねえな。ハの字にすればいいのか。すごい、ハの字モードに変えることによっていろんなギアをね置くことができます。これハの字にしたらねめちゃくちゃ安定した。てかこれめちゃくちゃいいな。何これ、このなんかフォルム。実際私もですね先ほど紹介したメスティンとですね合わせて使いましたけれども、何ら問題なく使うことができました。ちなみにねこの固形燃料もサイズや内容量で値段は変わるんですけれども、だいたい3個入りとかでね100円とかで、販売されております。これもやっぱ非常に軽量コンパクトということですよね。なんかわかんないですけど、なんかこの見た目かっこよくないですか？デッキケースみたいな。なんかいいっすよね。実はね、これ買うまでね、こういった固形燃料ってあんまりそもそも使ってなかったんですけれども、登山とか徒歩キャンプとかキャンプツーリングの時とかって、OD 缶ですらね、結構邪魔だなって思うことがあるんですよね。ただね、寒かったりするんで、お湯とかはね、あったかいものを作りたいわけですよ。そこで、やっぱこのポケットストーブと固形燃料のこのセットですよね。2つであればやっぱ OD 缶とバーナーっていうセットよりも格段に体積をね、減らすことができます。なのでね UL 化を目指している方とかにはね非常にもってこいのねキャンプギアだというふうに思います。あとはやっぱりねお値段ですよね。ちなみにダイソーさんにもね同じようなね商品があるんですけれども、そちらね300円するんですよ。金がなさすぎてね毎日動物の餌みたいなもの食べてる私にとってはねやっぱり1円でもね安い方がいいんですよ。よく考えてください皆さん。特にねメーカーとかで働いている方ならわかると思いますけれども、1円でもねコストを削るのって非常に大変なんですよ。にもかかわらずですよ、ほぼ同じ商品がなんと3分の1の値段ですからね。悪い点なんですけども、悪い点はね正直ね、ほぼないんです。さっきのねメスティンにねスタッキングしたいなって思ったんですよ。実際にやってみるとギリギリ入らないんですよね。蓋をするとねちょっとこう浮いちゃいますし、やっぱここ斜めっちゃってるんで他のもの入れたりする時にね困りますので、これちょっとスタッキングできてるとは言えないですよね。だからねこれね私はちょっとね安さにね目がくらんでおりました。実はこれ後から調べたらダイソーさんも同じような商品を出しているという話をしました。でそちら300円するという話もしたんですけれども、こちらはですねスタッキングがねできてしまうんですよ。そっちはそう考えるとやっぱりちょっとスタッキングできないのはね、UL 化を目指している方なんかにとってはちょっと痛いのかなって気がしないでもないですね。で他のギアと比較しますと、私の手持ちのギアね実はこういった商品をね、これまで持ってませんでしたので、担当直入に申し上げますと比較できません。調べたところによるとですね、似たようなもので S ビットさんというところがですねポケットストーブを出しているようです。で、そちら柄が入っていて見た目の違いはあるんですけれども、用途としてはほぼ一緒のようです。でこちらのお値段はなんと2000円するということなので、それを考えるとですね毎日動物の餌みたいなものを食べている私にとっては以下省略します。はい、ということでこちらの商品は丸でございます。はい、
続いての商品はこちら、ダイソーさんからシェラカップでございます。お値段はなんと100円でございます。一応初心者の方もいらっしゃるかと思いますんで説明しますと、シェラカップというのは何かというと、水を測る計量カップとして使用したりだとか、お皿としてね使ったりする、キャンプギアでございます。これね非常に作りはシンプルで、外側と中側にですね、100mm と 200mm のメモリがついていて、これが最大の特徴なんですけれども、取っ手の部分ですね、これがこういうねなんかスライド式のストッパーみたいなのがついていて、これを奥側に持っていくと前のところ、ここをね押せるようになるんですよ。で押すとどうなるかっていうと、ロックみたいなところがこう外れて、このままこうやって持っていくと、あらやだ、柄の部分がねしまえるんですよね。で内容量はねマックスで 300ml で、重さも約 80g ということなので、非常に軽いですし、ソロキャンプにはねちょうどいいくらいのサイズかなというふうに思います。実際に私もね鍋作ってそれをシェラカップに移して食べたりだとか、お米炊く時に水測ったりだとか、そういったのにね非常によく使用しております。でいい点はね、なんといってもね、さっき説明したねこの取っ手が曲がるっていう機能ですね。この機能がね非常に気に入っております。で私はワイルドテックのギアケースっていう、こういったね大きめのギアケースにもう細かいものはねこう全部ぶち込んでるんですよ。これねいつか紹介したいなと思ってるんですけれども、皮膚希望、ナイフ、ノコギリ、それから虫除け、マッチとかね、こっちの面行くと、ヘッドライト、カトラリー、普通のライト、スノーピークのコップ、ビーフリー、ろ過装置、焚き火用のセット、ちっちゃいナイフだ、ライターだ、調味料だ、あとフィールドホッパーもここに入ってるんですけど、机ですね、あとこのアミカスとかね、何でもこの中にぶち込んでるんですけど、このテラカップ、これも実はこの中にいつも入れております。やっぱりこう入れる時にこいつがいるとね、どうしてもね他のギアと干渉して邪魔なんですよ。なんですけどやっぱりこうやってね、取っ手が折れることによってあんまり壊れたくないような外のバーナーとかをこう中に入れて、こんな感じで今ちょっと汚いんですけどしまって入れれるんですよ。でこのね実は私他のこういうねチタンカップもそうです。これもね取っ手がねちゃんとこう畳めるようなやつ、ノコギリとかもねこういう長いのじゃなくて折りたたみ式のものを使ってますし、私はねこう携帯性がね高くなるものを結構好んで使っております。しまっちゃったよ。あとね他のシェラカップって中にねメモリがなぜかなかったりとか、そういったものもあるんで、非常にこれはね優秀なキャンプ道具だというふうに思います。悪い点がね1点だけございまして、これは私のわがままかもしれないんですけれども、この取っ手のね先っぽですね、ここの部分、ここがねかけれるようにはなって曲がってはいるんですけど、鋭角になってない。わかりますか？鈍角にねこういう角度で曲がってるんですよ。でこれが気に入ってなくて、何が嫌かっていうと、例えばそのキャンピングムーンのフィールドラックとか、ホールアースのヒートレジスタントテープのこういったものを私持ってるんですけども、これ端っこにね物をかけれるような仕様になってるんですよ一応。そういったものの端っこにこいつをかけようとするとですね、例えばこういうちょっと今出せないんで机でやりますけど、こういうとこにかけたいとなった時に鈍角に曲がってるんで、こういうとこに普通にかけようとするとかかんないんですよね。わかります？こうなっちゃうわけですよ。確かにカラビナとかここにつければかけれるんですけど、それやっぱめんどくさいじゃないですか。だからここがねこう丸まってるやつもあるんですよ。そういうものだと端っことか簡単にかけれる。ただこれはそれができないっていうのがちょっと気になっている点ではあります。ただねこれ多分なんですけど、構造上ね鋭角に曲げようとすると、畳んだ時にこれちゃんとねこのカップの縁に沿うように多分この角度になってるんですよ。鋭角に曲げようとすると当然これがここにぶつかるんで、多分ね構造上それが不可能なんですよね。だからこういう構造になってんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、なんとかしてここ曲げてくれよ。もしここが取っ手が折れるし、ここが丸まってるっていうシェラカップがねもしありましたら大至急コメントで教えてください。他のギアとの比較なんですけれども、実はシェラカップもね申し訳ないですけど、私実はこれしか持ってないんで、なんでかっていうと正直ねシェラカップは私はもう何でもいいって思ってたのに、普通にこう買おうとすると2000円くらいするんですよシェラカップって。いや高いて。しかもそのうちの半分くらいはこの取っ手がね折れないタイプのシェラカップなんですよ。であとね普通のシェラカップって結構いろいろデザインが施されているものが多くて、どれにしようかなっていつもね私みたいな世界が迷っちゃうんですよ。だけどこれはね本当にね余計なデザインがね一切ない、もうジェイソン・ステイサムとドウェイン・ジョンソンも驚愕のツルツル具合でございます。
ほんでじゃあ実際の使い勝手はどうなのかって言われると、友達のとかね、他のシェラカップ使ったことありますけれども、正直ね、何も変わらないですよ。素材が違うものっていうのはありますんで、それはね、重量とか質感とかっていうのは変わるんですけれども、こだわらないのであれば、もう全然こっちでいいのではないかなというふうには思います。ただね、やっぱりここが丸くてかつ折れるシェラカップっていうのがね、本当にあれば最高だなというふうには思いますんで、こちらは期待を込めまして、こちらの商品は、丸でございます。はい、続きましてはダイソーさんからアルミ風よけコンロ用でございます。こちらお値段が500円の商品となっております。これは何かというと文字通りですね、風を避けるためのギアでございまして、キャンプに行くと結構風が強くてガスの火とか焚き火の火が風に煽られて危険な思いをしたりだとか、火が安定しなかったりつかなかったりすることがあります。そういった際にこれを焚き火台やコンロの周りに置いてあると、あら不思議、火が安定しましたわという商品でございます。でこれはね、こういった収納袋ですね、もうついてきておりまして、でこう中を開けるとこれが本体ですね、風防となっておりまして、こんな感じですね。折りたたみ式になっておりまして、こうパカパカパカとやっていくと壁が出現するという商品でございます。よー、5年ぶりだな。でこの端っこの部分ですね、ここをねこうまっすぐ押し出していくと、こっち側ですね、このピンがね、出てきて、これはね地面にこう刺すためのペグ的な役割をしてくれるものでございます。使わない時はこれを戻してパタパタパタと畳むという商品でございます。で実際に使ってみたんですけれども、これね普通にこう壁のようにするとこう一方向からの風しか防げないんですけれども、丸めてね囲ってしまえばかなりね気密性が高くなってしっかりと防ぐことができるかなというような印象です。いい点としましてはですね、やっぱりこうコンパクトになるという点ですね。この薄さ、大きさであればですね、バックパックの隙間とかに詰め込むことができるので、積載を圧迫せずに済むかなという感じはあります。で一応ねこれ高さが24センチありますんで、セリアさんのポケットストーブにこうメスティンを置いて、炊飯するってなるとこんなイメージですよね。他のものでもですね、アミカスというバーナー、スノーピークのアルミパーソナルクッカーセット、このね鍋の部分は結構ギリギリになりますけれども、結局これ火の部分をガードしたいんで、火の部分に関してはしっかりと風を避けれてるかなという感じがしますね。あとはスノーピークのホーム&キャンプバーナーとかもありますけれども、それも高さ的にはね問題なさそうですね。あとは焚き火台との組み合わせだと思うんですけれども、またこれネタバレになってしまうんですけれども、後ほど紹介するこのソロストーブですね、こういった小さい焚き火台であれば問題なく囲うこともできますね。風防っていう名前なんですけれども、炎をですねの熱を反射して、この周りをですねあったかくするっていう、そういう機能も備わってたりもします。こういった小さい焚き火台と組み合わせても効果を発揮するとは思います。悪い点ですね、悪い点としてはこの地面に刺すですねこのストッパーですね、先ほど紹介した、これはねあんまりねいい作りではないのかなとは思います。地面が硬いサイトとかだと、これを刺すのはちょっと難しそうかなという印象ですね。ペグで先に穴を開けてこれを打ち込んでいくとか、そういったね工夫が必要になるかなという印象はあります。これ今更気づいたんですけど、傷防止のため保護フィルムを貼っております。保護フィルムを剥がしてから使用してくださいって書いてあるのにね、もうめちゃくちゃ思い切り書いてあるのにね、全然それね剥がさずに使用してました。他の方のね参考にレビューを見たんですけれども、これがね剥がすのが結構大変みたいなこと書いてあって、ちょっと実際に剥がしてみたいと思います。これを機にでもそんなかななんだかな。はい、一面今剥がし終えたんですけども、これがあとね結構面あるんで、めんどくさいっちゃめんどくさいかもしれないですね。でこれまた大変申し訳ないんですけれども、手持ちのギアでですね風よけっていうのはね持っていないです。でキャプテンスタックさんとかロゴスさんから非常に似た商品が出ているようで、どちらもねお値段が1500円から2500円ぐらいで購入できるようです。あとはねおしゃれさを重視するのであれば、ペグダウンしてね使用するこういった風防ね、こういったものもありますよね。サイトの外観を損なわないという点と、比較的大きいサイズなので周りからの視界をねこうカットできるみたいなね、そういうね優位性はあるかと思います。でそもそも論を言ってしまうとですね、私結構ね誰もいない森とかに行ってキャンプすることが多くて、森ってね
ねあんまり風強くないんですよね。で周りに誰もいないので周りの視線とかも基本的にないんで、そもそも風よけ自体いらなくねっていうね個人的な感想を私は持ってるんですけど、実際どうなんでしょうか。同じ色似た仕様の風防に関しては他の100均ギアと比べると、そこまで値段の開きがない気もしますので、Amazon とかで見るとね1000円くらいのものもあるんですよ。なので少しでも安くという思いがない方は、100均以外で購入するのもこれに関してはありなのかなというふうに思います。風よけ自体あんま使わないやつがレビューするんだって感じなんですけれども、こちらの商品は丸でございます。はい、続きましてはダイソーさんからソロストーブでございます。お値段は1000円の商品となっております。これはもはや100円ショップじゃなくて1000円ショップですね。これねストーブっていう名前なんですけれども、実際はね焚き火台に近いものかと思います。こういった収納袋に収納されておりまして、開けるとですね中にはまずこの網ですね、そしてロストル、そしてこちらが本体の焚き火台でございます。この3つが入っております。で1000円でロストル、網、本体、収納袋までついてくるっていうね、もう前澤社長も驚きの大盤振る舞いでございます。でこの焚き火台組み立て式となっておりまして、これ本当に簡単なんですよ。まずパカッと開きますと、開いたらあとこの横のね関門扉みたいなのをカチャカチャってオープンさせてあげる。でここストッパーを立てる。で反対側も同じようにこの扉をカチャカチャって開けて、この扉をストッパーで止める。これだけでね焚き火台が完成するってもう革命的。あとはねこのロストルね、これを中にパカッと入れてあげて、この上でなんか調理をしたい時はこの網をですね上にパカッと置いてあげるともう素晴らしいですね。側面にね桜の模様がね施されておりまして、でここに薪を入れて焚き火をするとここの桜の模様が綺麗に浮かび上がるというね、もうどんこにしも驚きのおしゃれ仕様となっております。でこれねサイズ感がですね、この私の大胸筋と比べるとこれくらいなので、結構ね小さいってことがねわかるかと思います。2リットルペットボトルと比べるとこんな感じですね。市販の薪が大体ですけどこれぐらいのサイズなので、薪割りはね必須になってくるかなと思います。これそのまま入れるとねこれくらいやっぱ飛び出ちゃうんで、ただこういった炭ですね、これも実は100均で売ってるんですけども、こういったものはもう特に薪割りとかもせずに直接ダーッとねこの中に入れるくらいのサイズになっております。使用用途としてはまずはねやっぱりコンパクトな観賞用の焚き火台ですね。ちょっとね縦長の構造なので必然的に薪を立てて入れるんですよ。そうするともう火がね比較的高く上がって、実にいい感じの火加減で燃えてくれるんですよね。あとは料理ですよね。ちょっと薪をくべづらいので料理する際は私は炭をメインで使用しております。で先ほどのメスティンを使用してこれでご飯を炊いたりだとか、焼き鳥をしたりだとか、焼肉パーティーしたりだとか、もう木村拓哉くらい何でもできちゃいますね。ちなみにこれねカスタムをしてねより使いやすい仕様にしたりだとか、燻製を作ったりすることもできるということで、いやもうこれ非常にね俺ワクワクすっぞ。であとね他のギア紹介動画とかでもよく私焚き火台の説明でしてるんですけれども、調理をする時の焚き火台っていうのはやっぱ薪を途中でくべづらいと使いづらいっていう話をしてるんですよ。ただこの状態でもこれ別にね扉開けれちゃうんですよね。こんな感じでこっからこうやって薪追加して料理もできちゃうっていうね、やろうと思えばですけどこれめちゃくちゃ使い込んでてこんだけボロくなってるんですけども、もともとはもうちょっと綺麗なのとサビみたいなのが見て取れると思うんですけども、これは以前のこの動画ですごい大雨に降られちゃったんですよ。でそれでこれ雨ざらしでずっと使ってたんですね。でそのまま水気とかを切ることなく保管してたので、それが影響して、こういったねサビとかが発生していると思われます。なのでそういった雨の時にガシガシ使ったりとかしてそのまま放置しないでこちら水気を取ったりとか、そもそもその雨の中でこれを使わなかったりすれば、こういった形にはならないかと思います。でじゃあこれの何がいいかって言いますと、やっぱ焚き火台でねこんな小さいものってないと思います。でさっきから全部同じこと言ってる気がするんですけども、登山とか徒歩キャンプとかキャンプツーリングの時はとにかくね積載を減らしたいんですよね。でもね焚き火はやりたいっていう、そして組み立ても非常に簡単で、数回使っても壊れることなくある程度の耐久性もあります。でそしてね1000円というやばい安さ、
この結果にはねもう原監督もにんまりでございます。悪い点というか仕方のない点なんですけども、やはり薪を割る作業が必要なことと、それから基本的には料理をする際は薪をくべにくいという点は理解しておいた方がいいかなと思います。で他のギアで言うと、焚き火台として私東京クラフトのマクライト、ロゴスのピラミッド焚き火台、この2つを持ってるんですけれども、やはりねこのサイズ感の焚き火台はやっぱりコンパクトさがね1段階さらに上なので、比較するとしたら私持ってないんですけれども、ブッシュクラフトエッセンシャルさんのブッシュボックスだとか、チタンマニアさんの焚き火台あたりが妥当かなと思います。やっぱり耐久性だとか見た目っていう点では、値段の張る商品の方がねやっぱり上だとは思います。だから実際に用途としてはそこまでね変わらないのかなっていう印象です。はい、ということでこちらの商品は二重丸でございます。はい、最後はダイソーさんの焚き火シートでございます。お値段は300円の商品となっております。これは焚き火をするときにですね、芝生を保護するために敷くシートでございまして、直火ができるキャンプ場以外であれば焚き火をする際は必須のアイテムとなります。でサイズが40センチ ×32 センチということで、結構小さめですかね。で実際に先ほどのソロストーブを置いてみるとこんな感じでございます。ということでさっきからね、このソロストーブの紹介している時にずっと下に敷いていたというですね、ものなんですけれども、これくらいのサイズの焚き火台でこの感じなんで、結構小さめなコンパクトな焚き火台であれば置けるかなという印象でございます。私の持っているロゴスのピラミッド焚き火台だとか東京クラフトのマスクライト、こういった焚き火台ですとサイズ感的にはおそらく置くのは厳しいですね。ちょっとめんどくさいんでやらないって言っちゃうとなんかそれをやるのが YouTuber の仕事だろって感じなんですけど、ちょっとやらないですけど、多分置けないです。もう感覚的に分かります。置けないです。置けたとしてももうビッチビチなんでビッタビタなんで、焚き火シートって基本的にちょっと大きめにやんないと当然火の粉が飛んでくんで、地面保護できないんで、そういう意味だとこれびったりで置けたとしてもそれが使えるとは言えませんので、はい、使えません。ちなみにこの端っこの部分にハトメっていうのはついてないので、風が強い時とかは端っこに石を置いたりして飛ぶのを防止するっていう必要があるかもしれません。でいい点としましてはやっぱり安いことですよね。普通の焚き火シートってざっくりですけど大体3000円ぐらいしますんで、10分の1で買えるっていうのは本当にありがたいと思います。で焚き火シートってこだわらない人はもう他のギアに比べたら正直何でもいいかなって思う人結構多いと思うんですよ。でそういった方で、ちょっとした焚き火が楽しみたいなみたいな人にとっては非常にいい商品なのかなというふうに思います。悪い点なんですけど、ただこれはねまず先ほど申し上げた通り結構サイズが比較的小さいので、使用できる焚き火台がね限られてしまうかなっていう印象はあります。そして何よりですね一番大切などれだけ火に耐えれるかっていうところなんですけれども、先日ね使用した後に実はこれシートを剥がすとね若干ね草がやられてしまっておりました。その説は大変申し訳ございませんでした。どれくらいの温度に耐えられるんだっていう記載はね、なかったんですけれども、この結果を見るとですねやっぱマナーにうるさいキャンパーとしてはちょっと使い物にならないかなっていう感じですね。かなり小さい火力で、ちまちま焚き火をするくらいなら、使えなくはないのかなっていう印象でございます。というか使ってほしくないですね。あとなんでこの色なんだろうっていう疑問が残りますね。で焚き火シートはロゴスの焚き火シートとカーベイビーさんの焚き火シートを持っております。でもともとロゴスの焚き火シートを使っていたんですけれども、この色味だとねご覧の通り結構汚れが目立っちゃうのと、端っこの糸のほつれが結構ひどくなっちゃってボロボロになってしまいました。そこで購入し直したのがこのカーベイビーの焚き火シートでございます。でこれまだ買ったばっかりでね使ってないんですけれども、色が黒で、素材的にも結構ささっと洗いやすいですし、ちょっとねこれサイズが大きめなんですよ。で焚き火台を使う時は先ほども申し上げた通り、ちょっと大きめのサイズを使うっていうのが基本的な使用の仕方になるんですけれども、その火の粉を受け止めるってこと以外にも薪をね焚き火台の近くにね私は置きたいんですよ。薪を地面に直接置いてしまうと下からの湿気とかで薪がちょっと湿っちゃったりするんですよね。で焚き火シートが大きいと焚き火台を置いてその横にですねまた薪を置いたりもできるので、薪をずっと乾いた状態で保つこともできます。もちろんね地面を保護するという観点でもある程度サイズが大きいものを選ぶのが私はいいか
かなというふうに思っております。これら大体ね2000円から3000円くらいやっぱしちゃうんですけれども、耐熱力っていうのがやっぱり高くて、カーベイビーさんのものは耐熱温度っていうのが700度ですね。で瞬間温度が1500度まで耐えることができると。で一般的な焚き火は大体700度から800度ぐらいっていうふうに言われてるみたいなので、やっぱり、最低でもねこれくらいのスペックのものはね使っていただきたいなと個人的には思います。ということで、こちらの商品は三角でございます。はい、ということで以上が100均キャンプギアの正直レビューでございました。実際にこういったキャンプギアを使ってキャンプしている動画も上げておりますので、ぜひ見ていただけますと幸いです。この動画少しでも役に立った、参考になった、なんか変なやつがいたなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。